こんにちは、僕ムーです。今日はこのアクリルガッシュを使って色を塗っていきます。24色入ったターナーアクリルガッシュを買いました。Amazon のスクールセットが2000円以下で買えて安かったのでおすすめです。線画はデジタルで描いたものを印刷してきました。アクリルガッシュは塗ってる間はいつも使ってる透明水彩と同じで水に溶けるんですけど、乾くと水に溶けなくなって完全にね乾いて取れなくなっちゃうんですね。なので筆とかにもねついて固まらないようにナイロン製の筆とそれから使い捨ての紙パレットを使います。乾くと完全に固まるからこんな感じでプラスチックにも色を塗ることができます。なのでキャップに直接絵の具を塗って色見本にしてみました。ある程度最初に使いそうな色を選んで早速塗っていきます。アクリル絵の具はすぐ乾いちゃうっていう風に聞いたので、紙にね先に水を敷いてから塗ろうと思って塗ってみたんですけど、なんかね印刷したばっかりだったのもあってめっちゃ水がねインクにじましちゃってすごい色になっちゃいました。不安は感じつつも続けてねジョンブリアンっていう肌色をね塗っていきます。ジョンブリアン単体だとちょっと濃いなって感じがしたのでホワイト混ぜて塗っていきました。結構絵の具が固めなんだけど使ってたこの筆が弾力のあるねナイロン製の筆だったので混ぜやすくて良かったです。すごい色になっちゃったお肌の上から塗っていくんですけど、すごい色はね消えていったのは良かったんですけど、アクリルガッシュって隠蔽力が高いっていうのかな、塗った色の上から塗ってもちゃんとその色が消えてくれるんですね。だから線画も消えました。線画がデジタルで描いて残ってたので最悪ね模写的な感じで描き直せばいいかっていう感じで塗っていってますね。もうちょっと白多めのね肌色を光で入れようかなとしたけど、なんか乾くと濃くなるのかな、下の肌色がそもそも濃すぎたかなと思って結局上からまた塗り直すっていうことをしています。アクリルガッシュは本当何回でも塗り直しが効くので、いつものね透明水彩よりも完成に時間がかかった気がします。でもこの上から何回でも直せるっていうところがかなりデジタルに近いなっていう感じがしていて、僕ムは一番デジタルで絵を描くことが多いので自分の絵柄を出しやすいんじゃないかなと思っていて、アクリルガッシュにはすごく可能性を感じています。アクリルガッシュってだいぶ水に薄めて水彩みたいにも描けるので、影色も青をすごく薄めた水っぽい色で塗ればいけるかなと思ったんですけど、ちょっと汚くなったから結局上から塗り直す羽目になりました。修正が効くから本番を描きながら練習もすることができて、やっぱそのあたりもデジタルに近いなと感じます。後で何とでもなるのでとりあえず印象でまつげを黄緑に塗ったりしてみました。この細い筆もナイロン製の筆を使っています。細い筆使ってもこうやってはみ出るんですけどね、透明水彩と違ってこうやってティッシュでオフできなかったので結局上から肌色を塗って修正しました。髪の毛も本当は緑色じゃなくて黒色だと思うんですけど、メンバーカラーが緑で緑の印象が強いので、黒髪に見えなくもない緑を目指して塗ってみました。青色とかをねちょっと混ぜて濃い緑にしたりしています。目のね瞳孔の線がもう消えていってしまいました。やっぱ線画が消えてくのは怖いですね。なんか目とか特にさ、なんか1ミリでもさ線が違うとさ、なんか印象全然変わったりするじゃん。なんかすごい心配になりながら描いてましたね。頬の色は透明水彩ぐらい水多めに上から塗ってぼかしてみました。こうやっていろんな使い方できるのがすごく楽しいなって思います。メディウムって言って絵の具に混ぜて絵の具の質感自体をね変えれるものもあるらしいので、そういうのもね今後使っていってみたいなって思ってます。今口の中のさ濃い色入れてるんですけど、こういう風にさ濃い色が入った時急に絵が引き締まるからめっちゃ好きなんですよね。よくさ絵描きの人たちがさハイライト入れる瞬間が好きっていうじゃん。で僕もねその瞬間めっちゃ好きなんだけど、もう一つ好きなのがこの濃い色を置いていく作業ですね。
だから透明水彩の時ボクムは線画をね最後の方に描くんですよね。デジタルの時も線画は最初に描くんですけど、後から色を変えたりとかもっと濃くしたりとかをよく仕上げとしてやってますね。なんか最後にやる方が僕ムはテンションが上がる派。後半にかけてこう一気に仕上がるのがすごい好きなんですけど、でもすごい心配性でもあるからこう全体に色がないのがめっちゃ不安すぎて、こうすごい水っぽい色で今青で塗ってるんですけど、なんかね色が全体についてないと落ち着かなすぎて、色設計がてら水で塗り伸ばしておきました。本当意味なかった。本当に意味なかったと思う。でもう服もとりあえず色がついてないと不安だから、とにかくなんかね結構急いで塗ってる。透明水彩と違って色がねじんわり広がっていくっていう感じではなくて、どちらかというとデジタルのバケツ塗りに近いので、塗ってる間をゆっくり楽しむっていうよりかはこう時間との戦い。そうなんかね、なんなら乾くのがすっごい早くて、紙パレットに置いた絵の具が固まって使えなくなっちゃうんですね。なんか30分も経つともう使えないぐらいなんじゃないかな。出す量にもよると思うんだけど、すぐ固まっちゃってもったいなすぎてダッシュで塗ってるね。ダッシュで。透明水彩はねなんかゆったり描く人に向いてて、じわーって広がって乾くまでにどれぐらい変わるかなみたいなまろやかな時の流れを感じるんですけど、アクリルガッシュはマジでね時間との勝負で、僕も割とせっかちタイプなんで楽しくはあった。でも RTA みたいになるよね乾く、この色が乾く、この色が乾く前にこの同じ色のところを塗るんだみたいなっていう、そういう楽しみ方があった。見てこれねつけペンで描いてるんですよ。アクリルガッシュを水で溶かすとつけペンにつけてインクみたいに使えるんですよ。で僕もいつもコピックマルチライナーを使ってるんですけど、こうやってつけペンにアクリルガッシュをつけることによっていろんな色でね線画が描けるんです。すごくないですか？ただでもコピックマルチライナーの方がめっちゃ簡単ではある。だからコピックマルチライナーにある色なんだったらコピックマルチライナーを使いたい。なんかつけペンはねつけるときにねめっちゃ飛ぶ可能性があって、っていうか飛んだんだけど、飛ぶと取れないからさ、アクリルガッシュだからね、気をつけなければならない。だからめちゃくちゃ細い線はつけペンで描いてるけど、こうやってある程度の細い線は筆で描いてました。ほらつけペンだとこんな細い線も描けました。後半はね影をどんどん塗っていったりしています。そしてハイライトを入れます。アクリルガッシュの場合はハイライトをね入れミスっても後でね描き直せるだろうというね安心感はあります。他にもね白ペンで境界線がね分かりづらくなっているところを白ペンでなぞりまくりました。黒いところはコピックマルチライナーでなぞりまくりました。そして背景白のままの方が良かったかもしれない。でも背景塗ってみたいという気持ちで背景を塗ります。なんか全体的に見て赤の要素足りないなと思ってダメ押しで全体に赤を入れました。アクリルガッシュはね上からこうやって色が足しやすいのでいいなって思います。薄くなった線画をつけペンで描き足したら、全体塗ったらすごいベコベコになったからちょっと戻して完成。ここまで見てくれてありがとうございました。ボクムでした。名前だけでもねぜひ覚えて帰っていただきまして、できればチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。